戦車とは、その攻撃力もさることながら、分厚い装甲などによって固く守られた頑丈な戦闘装甲車両で、陸戦の王者とも言われます。現代の正規戦に通用する戦車は、高度に電子化され、製造に高い技術が求められる上に部品点数も多く、生産ラインの維持には層の厚い防衛産業が必要であり、現在自国で戦車の開発と生産ができる国家は、10に満たないとも言われています。そのように高度な電子システムと堅牢さを併せ持ったハイテク兵器の戦車ですが、現在のウクライナでは双方ともに多数の戦車が撃破されるなど、戦車ってそんなに簡単に破壊されるものなのという疑問も湧いてくるわけです。ということで今回は、そんな陸戦の王者である戦車の防御力に焦点を当て、防御力の高い世界の戦車、ベスト10をお送りします。その前編の今回は、欧米を中心とした5つの国の戦車について、その防御力を解説します。後編では、アジア諸国やロシアを中心とした5つの国の戦車を取り上げますので、次回もよろしくお願いいたします。まず最初は、中東最強の軍事国家、イスラエルが誇るメルカバマーク4です。イスラエルのような小国においては、戦闘で多くの死傷者を出すことは国家の存亡に直結する、という危機感のもと、人命第一で設計されたのがメルカバです。その思想が端的に現れているのがエンジンの搭載位置で、他国の戦車はエンジンを後部に配置しているのに対し、メルカバではエンジンが前部に配置されています。これは、戦闘で被弾しやすい前面にエンジンを配置することで、被弾時に走行不能になる代わりに、エンジンが走行の一部として機能することで、乗員区画の安全性を最優先とした設計となります。また、メルカバマーク4の特徴として、トロフィーと呼ばれるアクティブ防護システムを全車両に搭載予定で、トロフィーは、対戦車ミサイルなどの接近を、前後左右4つのパネルアンテナで全周囲を警戒し、飛翔体の接近を探知した際には、自動的に散弾が発射されて弾幕を張り、迎撃、破壊するというシステムです。2014年のガザ紛争では、トロフィーを搭載したメルカバが、数十回にわたり対戦車ミサイルや RPG を迎撃していることから、実戦でも高い防御性が実証されているようです。続いてはイギリスのチャレンジャー2です。本車両は、当時の主力戦車であるチャレンジャー1に代わる次期主力戦車として独自に開発され、砲塔も再設計されたことで走行の自由度が増し、金属にセラミックを挟み込んだ複合装甲の一種である、第2世代のチョバム装甲で保護されています。また、これまでに防御力の強化が段階的に行われており、車体前面と側面には爆発反応装甲を、車体後部にはスラットアーマーを装着するのが標準的となっています。このように、本車両は防御力が高い戦車として評価されており、過去のイラク戦争では、近距離から14発の対戦車ロケット弾と対戦車ミサイルが直撃してもなお、乗員に被害がなかったことから、高い防御力を持つとされています。ただし、当たりどころによっては装甲の弱い部分を貫かれて、乗員が負傷した例もあるため、装甲のアップグレードやアクティブ防護システムなども搭載した、チャレンジャー3へと更新されていく予定で、その後2040年まで使用され続けるとのことです。続いてフランスのルクレイルです。ルクレイルは、その登場時点でアメリカの主力戦車、M1A2 エイブラムスをしのぐ高性能で、攻撃能力については世界最高水準の戦車と言われていますが、防御力についても平均以上の性能を持っており、車体前面及び砲塔前面には、モジュール化したセラミックの複合装甲が使われています。車体及び砲塔自体は防弾鋼板を組み合わせて作り、外壁と内壁の間に複合装甲を収める形となっています。これに加えてガリックス戦闘車両防護システムというソフトキルの防御装置も搭載しており、これは
単一の発射装置から様々な種類の弾体を発射し、車両を防御するもので、車体の左右9発ずつ、計18発の弾体を装填可能となっています。この発射口は少しずつ角度を変えて埋め込まれており、使用できる弾種は、赤外線遮断効果のある空中破裂型発煙弾や、赤外線誘導ミサイルを欺瞞するための赤外線フレア、おとり弾の他に、接近してきた敵歩兵を妨害するため、空中で炸裂する敵弾も発射可能で、シチュエーションによって様々な選択肢を選べるようになっています。また、本車両はデータリンクの充実や GPS の導入を早くに行っており、戦車の一番の脅威と言っても過言ではない、同士撃ちを防ぐ運用を可能としました。続いてこちらも有名な戦車、ドイツのレオパルドです。レオパルドは、欧州向けに広く輸出されたことから欧州標準戦車とも呼ばれ、初期バージョンが1979年に納品されてから、これまでに何度も近代化が実施され、現在の最新バージョンは、レオパルド 2A7V となっています。少し前までのレオパルト 2A4 までの車両は、砲塔正面走行が垂直面で構成されており、被弾軽視が全く考慮されていないなどと揶揄されることもありましたが、レオパルト 2A5 からは、隔壁走行あるいはくさび走行と呼ばれるくさび型の空間走行が追加されています。レオパルト 2A4 の走行の最大物理圧は 800mm とも言われ、2A5 以降のモデルでは、くさび型の走行モジュールによって厚さが 1500mm とも言われており、単純な物理的防御力の高さが伺えます。これに加えて、前述のイスラエルのアクティブ防護システム、トロフィーを取得することにも合意したため、さらなる防御力の向上が期待されています。続いては言わずと知れた M1A2 エイブラムスです。これはアメリカ陸軍の主力戦車であり、初期の M1 から現在に至るまでに1万両以上が生産されました。M1 の最新型である M1A2SEPV3 は第 3.5 世代主力戦車に分類され、重量が74トンもあるヘビー級の戦車で、装甲が最も厚いと言われる砲塔前面は、被弾軽視を考慮して傾斜を施した平面で構成されています。装甲の素材には劣化ウランプレートを採用しており、重金属であるタングステンや、劣化ウランを砲弾に使用した APFSDS 弾すら防御するとされています。また、海兵隊所属の一部の M1A2 には、前述したイスラエルのアクティブ防護システム、トロフィーが搭載されており、被弾するリスクそのものを低減しています。この M1 エイブラムスですが、最新の発展型であるエイブラムス X が先日公開されており、軽量化やハイブリッドエンジンの搭載など、SEPV4 と共にまだまだ進化しそうです。さて、これまで紹介した欧米とイスラエルの戦車は、通常では一つのタイプの戦車をアップグレードし続けることで、何十年もの間、主力戦車として運用されるのが普通ですが、アップグレードの過程でどんどんと重量が増し、現在では70トン前後の戦車も多くなっています。まあ M1A2 エイブラムスについては、装甲として非常に重い金属である劣化ウランを使用するなど、重くなるべくしてなっているわけですが、劣化ウランはもともとが核燃料製造時の廃棄物であり、原材料のコスト面で有利な反面、被弾した際に飛散する劣化ウランの破片が、健康被害をもたらす可能性も指摘されており、どっちもどっち、という感じ。ちなみに、これらの主力戦車の重量は、兵器運用上、もうこれ以上は増やせない限界まで来たと言われており、重量増加による防御力の向上は難しい状況です。よって今後は、軽い素材を組み合わせた複合装甲のさらなる防御力向上が期待され、なおかつイスラエルのトロフィーのようなアクティブ防護システムの搭載が主流になるかと思います。やっぱイスラエルって、防御に関しちゃ世界随一かもしれない。ということで、これにて戦車の防御力重戦の前編は終了です。次回後編はアジア諸国やロシアの戦車を中心に紹介しますので、ご視聴よろしくお願いします。よろしければ、いいね、
チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。